大家好，我是以赖。这一次是我最喜欢的拜师学艺企划，所以我拜托了船长拿一尾比较漂亮的鱼。这个是南方澳渔港上岸的金眼鲷，俗名是昂培德。这一尾 1.2 公斤，体型蛮肥厚的。另外船长还准备了一尾软金眼鲷，这一尾非常稀有，日本叫风传金目，它的体色比较白，身体比较宽，但是没有到南洋金目那么大。这种鱼的肉色比较白，相对于红金眼鲷更加细软。它混居在一般金眼鲷当中，据说1000尾里面会出个1-2尾这样。那把两种放在一起，就可以比较出外观差异。真正的差异在切开鱼或者吃到鱼肉的时候才会展现出来。那所有俗名有皮刀的鱼我都做过，皮刀、红皮刀、黑皮刀、皮刀臼。大家有兴趣的话可以看之前的影片。那这尾鱼是昨天晚上进港，今天中午我去拿回来的，未经第三人之手，品质一流。这一次拜访的对象是位日本人，听说他第一次来台湾，我想要借由这个机会呢，让他知道台湾也有非常棒的鱼。就是想要给他洗面啦，哇哈哈哈哈哈！一不小心呢，开了一个玩笑，那就用日本知名度非常高的金目鲷来打开这个局面。我最近开始钻研地中海饮食的做法，因为我之前提过嘛，我心脏有点问题，我想说地中海饮食比较健康，而且也很好吃，我就往那个方向来尝试看看。我上一次的影片去会员家煮饭，有做一个意式水煮鱼，那个也是我自己在家随便弄过的菜色。这2尾鱼是3天后要用，我吊起来熟成。那这一次很高兴有这个机会呢，可以跟精通意大利料理的厨师来请教。他是一位真正的大神，他16岁就去意大利留学，目前出过4本书。在日本的电视台有一个节目，他的 YT 频道呢有3亿9千万次的观看。他创频道的日期还比我晚了4个月，在专业上这是毋庸置疑的。那我知道在意大利是有生食鱼的做法，我以前也有尝试过，但吃起来都觉得差了那么一点意思。那这一次公私两便来学个几招，下一次办频道会员活动的时候呢，就能派上用场了。这个是红金眼的鱼头，脑天肉颜色是偏红的。另外这个是软金眼鲷，肉色偏白。我2个一起切，给大家做个比较。如果你运气爆棚有钓到的话，不要给你邻居了。我必须说明一下，我不是在这里偷吃上课用的食材。金眼鲷的眼睛很大，里面有很多水分跟胶质，如果跟着一起熟成容易变质。冷藏的途中眼眶经常破掉，黏液流出来会弄得到处湿湿的，沾染到鱼肉也会产生异味。先煮成砂锅鱼头，再搭配着鱼卵、鱼干，原汤化原食，真的很完美。这部影片绝对是我频道做到现在燃烧所有技能的影片了，希望大家会喜欢。至于试吃画面就不用了，这看起来能不好吃吗？啊，对了，还是要给一些取肉的画面啦。这个不是给可能已经看腻的老粉看的，这要给我这次合作的老师看的。让他监督一下我带去的食材是否有符合他高超的手艺。这个鱼结合了台湾一流的捕捞技术，还有我勉强算是登堂入室的处理流程，运送、放血、熟成，一气呵成。在拍摄现场，摄影师在架设器材时，老师把鱼肉拿起来凑在鼻子前，很认真地检查了一番。他说完全没问题的时候，我松了一口气。还好，我没让粉丝们丢人，也没让船长丢人。今天来到我最喜欢的企划，就是可以呢借由工作，然後找真正的大神哦，一起那个切磋一下厨艺啊。はじめまして。はじめまして。どうぞよろしく。私はイライです。イライさん。Fabio 桑呢，他在日本的频道有3亿7千万次的观看，3亿啊。我的频道大概只有0头而已。我本身对于意式的风格的菜色呢非常喜欢。我们来先介绍一下我带来的。那这边就是我在家已经处理好的，这一条是风传金目，
然后这一条是金木雕，这个是大嘴逆钩身哦，这个叫七星斩。大溪鱼缸买的胭脂虾，然后这个是蛤蜊，这个是蛋菜套丢。Fabio 老师呢，帮我们示范2道菜，どうぞ。じゃあまずは出汁を取っていきましょうか。最初にこのエビの頭と殻から出汁を取っていくので、はい。頭外して。这个手法更快嘞。で这个虾子上面原本有一些尖尖的须，我在家有先把它剪掉。はい、ありがとうございます。バッチリ。これはね、そのままでいいですよ。いいですよ。うん。この後やる。美味しそうなエビですね。这个素骨。これスープ。あとこのイカも掃除しましょう。最初この中の軟骨に指を入れて、でここ半分にこれを出汁に入れます。はい。出汁。还好我没有失败，我怕它断在里面。在这种环境下煮东西啊，会不会觉得很不习惯？因为通常我们煮饭的环境都很吵杂。毎日毎回いろんな国に行ったりとか、いろんな場所で料理をしてるので慣れてます。哦，大体いつも初めての場所が多いです。那很厉害耶，因为要那样一直适应，蛮有压力。シェフは料理の機材がなくても考え方で、そこにあるもので最高のものを作るのがシェフの仕事です。哦，出汁やっていきましょうか。出汁に入れるイタリア料理はこの身の部分、この掃除した部分、これ捨てない。これを出汁とかに入れて、これもいい香りになるから、はい。全部捨てないで入れるのがイタリア料理です。でこの茎も全部使う。This is good flavor for soup。これを入れて。锅子要非常熱嘛？それもどちらでもよくて、このこれやる理由は、このイカとエビの水分を飛ばして、その水分の臭みを飛ばすのが仕事なので、まあ低い温度から入れても結局水分が飛べばどっちでもいいので、そんな最初は重要じゃない。我以前不会这样做，所以煮出来的汤就是有腥味了。ああ、じゃあちょっとお願いします。はいはいはい。の間に僕はこの茎捨てる部分を掃除していきます。它这个香味一下就上来了，比我以前那种做法好很多。因为我们是家庭式的，所以Fabio是什么样的机缘开始学习做意大利菜呢？料理は小学生19歳ぐらいの時から作り始めてて、でイタリア料理に出会ったのは高校1年生の16歳の時に初めてイタリアに行ってイタリア料理に出会いました。でそこから毎年イタリアに勉強に行って、今何も変わってない感じで毎年ずっと行ってる感じです。所以有十几年了，实际上在意大利的餐厅工作过。我年纪轻的时候去过意大利，然后我记得那边的人工作的比较散漫，他们在厨房的工作態度也是一样的吗？仕事する時は僕がいたレストランは厳しいレストランだったミシュランスターのレストランだったから、みんな真面目で、真面目だけど仕込みプレパレーションの時はいつもミュージック、BGM ミュージックプレパレーション when the service dinner all staff コンチェントラーレ集中して厳しい。スープ入れます。再加入我家里面煮好的鱼汤。で、ちょっと強くしていきましょう。でこの底に旨味があるから、はい。旨味
こうやりながら。嗨，老师的那个观看啊，YT 的观看非常多，然后应该经常会遇到很多人问一大堆跟料理有关的问题。那你有整理出一个课程，让那些人可以不用花很多时间看影片，就可以赶快学会的那个部分吗？僕は今台湾に初めて台湾に来たんですけど、台北に初めて来たんですけど、僕の今オンライン講座コースイタリア料理が学べる、コース料理の講座をやっているんですよ。でその中でイタリア料理は前菜、パスタ、魚料理、肉料理、あとデザートまでですね、全部一通り学べるものを今やってます。あ、そうです。この、料理はズッパディ、イタリアだとズッパディペッシェって言います。フィッシュスープズッパディペッシェ、これは僕の魚料理のオンライン講座の中で同じやつやってます。でこれでそう沸いたら、一回アク取りましょうか。この中に今魚のエビとイカの口角の香り、魚のアラの取ってくれた香りで、あとは、台湾のバジルのいい香りで野菜のくずが入ったので、もうこれだけで美味しいです。这看起来很微耶。で、アクは1回で寄せて取ります。取っていきます。大きい。あ、こっちで大丈夫。はい、で、アクもまあ軽く取るんですけど、イタリア料理の考え方はこのアクのえぐみもうまみと捉えます。なのでこのアクさえも料理に入れて美味しくしていくっていうのがイタリア料理です。その雑味がうまみに変わっていきます。はい、わかります。でこれで20分ぐらいですね。来试一下味道。很好喝嘞。非常好喝。good。那接下来呢，老师要帮我们来切那个生鱼片，来做意式的生鱼片。カルパッチョのソース作っていきましょう。はい、カルパッチョ。Yes、カルパッチョ。カルパッチョ。カルパッチョは人の名前、イタリア人の名前です。カルパッチョさん。意大利传统的料理。とても伝統的な料理で、イタリアのカルパッチョは最初は牛肉でした。牛肉のカルパッチョ。でも今お魚が美味しくなってきたというか、イタリアも技術が発達して生魚を食べるようになったので、今牛肉が魚に変わったカルパッチョっていうのが主流です。了解。这个是我最好奇的。那一般我有看过2种做法，一种是切片，一种是切丁，切小块。那今天我们要做哪一種呢？今日は家庭で作れる誰でもできるやり方にしたいので、通常は皮これ引きます。でもこれとても難しい、皮引くの難しいので皮を残したまま薄くそぎ切りにするやり方にしていきます。なのでこれからおろしていくんですけど、最初は骨ついてて、これ骨抜いてあるね。はい。骨も本当は抜かなくて OK で、早速切っていきます。まずはここに骨と血があります。なのでその間に包丁に入れて、そうするといいね。引いてってこう这个角度要打得这么薄啊！在切肉的同时，鱼皮也そうすると留下来。でレストランだと、カルパッチョオーダーが入りました。一つカルパッチョお願いします。やりました。そしたら皮こうやってまたラップで入れとく。あとは切るときに分厚くなりすぎないように分厚く、これノウで、ここは皮はまたこの中に入れる。这种切法有融合一点日式的风格吗？これは日本のイタリア料理のレストランで
シェフの人はこのやり方をする人が多いです。ちょっと最初に並べていきます。こっちからね。我们上一次去东京玩的时候，有亲戚请我们去吃一间意大利餐厅，然后老板就是意大利人，然后那个店名叫做 Elio。エリオロカンダイタリアーナ。もともと很多人。I know。すごく人気のフェイマスレストランね。はい。大家都在喝酒。とにかく敷き詰める。はい。で、余ったのはイタリアンスタイルはテイスティング。とても大事。いつも味見する。必ずシェフは余ったやつまずは味見して、この魚どういう味がするのかな味見する。それから料理します。この後とてもカルパッチョ大事なポイントあります。魚が美味しい温度帯っていうのがあって、フレッシュなお刺身は3度から4度ぐらいが一番うまみが感じられて美味しいっていう風な決まりがあるんで、これ冷やします。これからで冷やす時にオリーブオイルをちょっとかけて風味かけてラップします。で大事なのはラップしたらこれ落としラップちょっと軽くオリーブオイルマリネで、お家だとこれカルパッチョをカットしてラップして冷蔵庫に入れとく。そしたらお皿も冷やす。冷えた状態がカルパッチョ美味しいです、はい、でカルパッチョ冷やしてる間に次はカルパッチョのソース作ります。そしたらケッカソース、南イタリアのトマトソースを作っていきます、はい、でトマトは半分に切って小さな角切りにします。原来是这种切法，这样子快很多。でこの上は頭はまたこんな感じで、はい、で角切りでします。番茄的那个颗粒的那个大小，有需要切的小一点吗？これぐらいで OK。OK。ニンニクは潰す。でイタリアンスタイル、香りだけ。レモンのちょっと皮。でフレーバー、南イタリアフレーバー。塩して、で混ぜます。でちょっとケッパーも。ケッパーが入るのは、これシチリアンスタイル、イタリアのオンリーシチリアン。所以这个是意大利食材吗？はい、ケッパーはイタリアの食材です。でもこれはスペインのかもしれない。因为我们买到很多食材，我们在台湾其实搞不太懂，觉得好像都差不多。でケッパーも入れます。ケッパー、ちょっと待ってね。ちょっと待ってください。でうまみと塩味です。ここにもうちょっとこのバジルの葉っぱのたっぷり。这个是九层塔，就是取代田螺乐啊。でこの水分、ここにオリーブオイルを入れて、はい、ドレッシング、はい、これが大事です。最初に塩して水が出て、そこにオイル。そうするとこのトマトの水分とオリーブオイルが乳化して、これがソースです。我就是缺少了这一步。我完全可以理解。でこのソースはカルパッチョにかけても美味しいし、茹でたパスタをもう合わせるだけも OK。关键就是一开始就要加盐。
它最后才会有这个水，才可以造成这个乳化的效果。不然的话，我一般做的话就是水水的，会觉得它们的味道没有办法 mix 在一起。现在有这个酱汁之后，等一下撒在那个鱼肉上面的话，那个味道应该会比我之前那个做的好很多。これは冷蔵庫も入れておきます。所以老师的习惯就是，所有做完的东西都一定要立刻压制它的温度，这是一个非常重要的习惯。で次は今日はスペシャルなので2つのソースにします。台湾らしくパッションフルーツ使っていきます。これはイタリアはありますか？イタリアありますけど、星付きレストランでは使います。でもトラディショナルなレストランは使わないです。これはダメです。はい、で1個だけでカルパッチョは、前菜でとても楽しい料理なので、こういう酸味がとても大事。所以它要有一个开胃的效果，所以要酸。これだけだとイタリア料理じゃない、没有这样做的。アジアの料理なのでイタリアの香りを入れます。でパッションフルーツのこの色、紫、同じ色のバルサミコ。イタリア料理の考え方は同じ色を合わせると相性がいいから、パッションフルーツにバルサミコ入れます。了解。でこれでバルサミコが入ったのでイタリアの香りが入ってイタリアンフレーバーになります。はい、これでソースがもう2個出来上がりです。ちょっとトランチカットして、でこっちも縦にカットしたら、これちょっと塩しときます。塩まんべんなく。在日本有一种日式跟法式结合的菜色，老师觉得以后会有那种日式跟意大利式风格结合的菜色吗？僕の料理は、ベースはイタリア料理なんですけど、そもそも日本人ですし、日本料理も大好きですし、ずっといろんな料理を作ってるので、イタリアの伝統的な料理ではなくて、イタリアをベースにして日本のテクニックも入った日本料理で日本の食材であるイタリア料理を作ってます。日本料理とイタリア料理がすごく似てると思っていて、それは日本料理もイタリア料理も素材を大事にする料理なので、シンプルな料理が多いので共通項がある。だからイタリアのベースを使いつつ日本の精神、イタリアの精神がミックスした料理が可能なのかなと思います。那接下来要帮我们做鱼汤。ベビーコーンはズッパディペッシェっていうのは、イタリア全土にあるスープなんですけど、だいたい焼いたパンを一緒につけて食べることが多いんですね。なので今日はその焼いたパンの代わりにベビーコーンをつけていきます。で魚を焼いていきます。でちょっと皮を焼きます。はい。我买这个橄榄油的时候，它非常贵，我不确定它是不是好的油。我觉得它在煎的时候有一股特别的香味，这个味道是正常的吗？これイタリアの香り。因为在台湾这个橄榄油我们不是很了解，那个价格从便宜的到高的有非常多产品。オリーブオイルの選び方ね。はいはい。私は高い or good, cheap, no good。僕シェフですけど、オリーブオイルのソムリエなので、講座でもやりたいです。对，因为一般人不太会分辨，我们通常只能用价格去分辨。
ょっとだけ、ちょっと。ちょっと。ちょっと。うん。ちょっと。で、ここで、これ入れます。おお、美味しそうですね。絶対美味しいよ、これ。シェイシェイベリーマッチ。甲殻類の出汁は、はい、頭出汁が出るから、そう潰してよくオールフレーバー入れて、はい、でちょっと煮込んで。美味しそうね。美味しそう。で今煮込んでる間にこのベビーコーンこっちで焼いていきます、はいはい、でオイル入れて、で潰したオリーブオイル、はい、潰したニンニクでじっくり香りを出していきます、はい、大事なのはオイルの量ではなくて、こう傾けた時にニンニクが浸かるか浸からないかぐらいの量が適量、いい量です。で今ふつふつってした、はい、そしたらこれ弱火、はい、もっとごく弱火、はい、これでキープして、はい、ニンニクのガーリックフレーバーを出す。大げさに言うと時間で言うと5、6分ぐらい。このオリーブオイルの中にニンニクのいい香りが全部出るので、それで料理炒め物とかするだけでもう美味しくなる。香りが出てきたので、でベビーコーン入れて炒めます。でもっとこの中にニンニクの香りを入れたい場合は、今このニンニクをフォークでこれ潰します。そうするとこのオイルでニンニクをさらに潰して香りをこう入れる。これでもう OK です、いい香りね、いい感じです。最後エビをちょっとしゃぶしゃぶ、はい、これでちょっと味見しましょうか。很好喝，非常好喝。繊細です。应该要有点面包。はい。そうね。でこれでもう完成なんで盛り付けです。终于可以吃了。いい匂いね。这是刚刚那个生鱼片，然后油放下去以后用保鲜膜压，等于把那个香味压进那个鱼肉里面。我觉得这一刀非常屌。まず先把ソース倒下去。ソースをかけます。これトマトうまみね。对，这样才会有番茄味啊！不然我以前的做法就是番茄归番茄，鱼肉归鱼肉，没有什么味道。で結果ソースで散らします。散らす。我感觉好好吃哦。番茄切的比较大颗，摆盘起来比较好看。はい、ありがとうございます。で、ちょっとバジル。挑特别小的叶子留下来摆盘用。はい、これカルパッチョ完成です。完成します。完成です。オープン。で盛り付けます。はい、で今ここ焼いてたので香ばしい焼き色が、これが大事です。焼き色。はい、ちょっと焦がすのがポイントです。一つずつイカから、イカ、ムール貝、ハマグリ。每一种食材挑个一两样。カツオ、魚、金目鯛、金目鯛。
でスープかけて。ベビーコーン。これ台湾スタイルズッパディペッシャ完成です。完成です。耶，太好了。いただきます。いただきます。あ、これ僕入れますね。そしたら这两个菜色我在家里面我也自己做过，跟老师做的看起来天差地别，闻起来就觉得非常好吃。哦，delicious, very good。哦，太棒了！而且那个九层塔的味道的确是画龙点睛，哦，非常棒。哦，我太太一定会很喜欢这个。其实她不太喜欢我在家里面吃很多很多的生鱼片，但是这个味道她一定会非常喜欢的。新しいニューフレーバーですね。对对对对，这个好好吃哦，这真的好好吃哦。美味しいわ。我自己在家也做过，但是真的跟这个不能比，差太多了。我觉得如果有机会能够就是更深入的好好学一下这个意大利菜的这些手法的话，我觉得真的很棒。我觉得主要是因为它那个地方的地理环境，在气候上面啊，能够取得的食材其实跟我们差不多，大家的口味偏好上面是一致的。リコット、ベビーコーンとこれを半分。啊，非常好喝。但它这个汤可能本来预计是要做沾面包的，所以它喝起来呢稍微有一点点咸。如果能够加一个面包就太棒了。这是金木雕。哦，非常好吃。刚 Fabio 老师有说，这个金木雕鱼啊非常棒。ありがとうございます。这一次呢，非常高兴有机会能够跟 Fabio 老师一起合作拍片。Fabio 老师的线上课程现在已经上线了，大家对意大利菜有兴趣的话，也可以来看这个线上课程，从前菜到甜点、主菜跟汤都有，里面有如何分辨一些食材、橄榄油这些的，这些基本上是我们蛮缺乏的，特别适合像我们这种对料理啊有一点懂但又不是太懂的人，蛮多关键性的技巧。那像我们这种平时有在做的人啊，就是做自己吃的，跟老师做的呢，吃起来的感觉是完全不同的。我在身历实境的时候，我就会发现说，原来那些小动作啊，是取决这道菜到最后的成品会不会好吃的关键。那我相信这些关键呢，在课程里面都会提到。有興趣的话，可以看一下我的影片资讯栏位，里面有连结，也有折扣码。ありがとうございます。ありがとうございます。プレスプレイさんのオンライン講座で僕の講座も、販売しているので興味のある方はぜひ、講座でお待ちしてます。